どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウムにはどんな照明を使用していますでしょうか？現在は LED ライトが主流になっており、安価な中華製品から高価な RGB 照明まで幅広く存在しています。ただ、アクアリウム界隈だけではないと思いますが、こういった趣味のものとして専用で作られている商品って、一般で普及しているものよりも割高になる傾向がありますよね。そりゃ市場規模が違いすぎるので当たり前なんですが、やっぱりユーザー目線としては安い方が嬉しいです。現在最もコスパが良く水草を難なく育成できるライトといえば、アクロのトライアングルグローが真っ先に上がると思いますが、そんなコスパ最強と言われているライトでさえ4000円から1万円する現状です。ただ LED チップ自体が幅広く普及した現在、アクアリウム用品以外のライトでも水草育成できるんじゃねと思うのは必然です。そこで今回は、たまに使ってる人がいるアクアリウム用ではないライトで水上栽培ファームの水草を育てるべく購入した商品をレビューしていきたいと思います。それでは早速今回紹介する製品をお見せします。それがこちら、メイキー RGB 投光器。価格は2個4180円。こちらはよくある中華製の RGB 投光器です。ブランド名が、ひよってるやついる？いねえよなって聞いてきそうな名前ですが気にしないでいきましょう。ご覧のように2個入りということで他のものより若干割安です。たまに RGB 投光器で水草育成をされている方がおり、自分が見ている海外の YouTuber さんも投光器っぽい照明を使ってたので、今回は試しに水上栽培で使おうと考えたわけです。自分はセール中に買ったので2個入りを2つ買っちゃいました。確かその時は2個で3200円くらいだったと思います。よくこの手の中華製 RGB ライトが売られているんですが、たまに中国仕様の電源プラグが採用されているものがあるので注意してください。この製品はちゃんと日本仕様のプラグになっているので、別途変換器などは必要ありません。ちなみに RGB の定義はよくわかっていないんですが、自分の認識では一つの LED チップに赤、青、緑の色が内蔵されているものが RGB ライトだと思っています。一つのチップでいろんな色が出せるため、アプリでの調光や色調変更ができるわけですね。ただ、この投光器ではそういったタイマーやアプリによる変幻自在な色調変更はできません。中華製品を取り扱ったことがある方ならわかる汎用性リモコンで12色に変えることができる程度です。説明書はこんな感じで多言語に対応しているようです。ちなみにちゃんと日本語にも対応していますが、フォントがよくある中華文字だったり、水に浸かって使用することは禁止されています。さもなければそれは働き停止し、漏電を引き起こし可能といきなり情緒不安定な日本語になってたりもします。外観がほぼ同じのモデル違いがあるようで、今回購入したものは一番出力が低い 25W のモデルです。詳細スペックは出力 25W、光量2000ルーメン、照明範囲3から4メートル、IP66 防水となっているようです。中華製品のライトは表記上よりも出力が低いとか、全然明るくないとかいう報告がよく出るので、カタログスペックはあまり信用しない方がいいかもしれませんね。カタログ通り 25W2000 ルーメンなら、普通に60センチ規格水槽すらこれ1灯で照らしきれそうです。話によると中華製ライトは表記出力の6から7割しか出ないという話も聞くので、それも加味して購入しました。もし6割しか出ていなかったとしても、水上栽培に使うにあたって最大出力 15W も出れば申し分ないですしね。あまり出力が高すぎると放熱も怖いですし、次たるは及ばざるが如し理論で選びました。正直説明書に書いてあることはだいたい読まなくてもわかるんですが、出力調整のパーセントは表記してもらえててよかったと思います。
説明書によると6段階に調整することができ、最低出力が 25% で、そこから1段階ずつ 15% 上がっていく感じです。あとはボタンに表記されている色に調整できる機能と、中華製お得意のパリピモードが搭載されています。ちなみに最初にタイマー機能はないと言いましたが、決めた時間に消灯されるタイプのタイマーはあります。ただ水槽用の照明のように、この時間からこの時間に点灯するという使い方はできないので注意。それでは説明書も読んだところで本体を見ていきましょう。付属品には壁か何かに固定するためのネジがありました。賃貸では使うことがないアイテムです。そしておなじみのリモコンが1個ずつ付属。ちなみにどちらのリモコンの信号にも反応するため、個別で調整したい場合は片方の電源を切っておかないといけません。肝心の本体はこんな感じ。サイズは結構でかいんですが、LED チップは真ん中に集約されてます。1列に6個なので合計12個のチップがついています。果たして本当に 25W なんでしょうか。本体の背面には取り付け金具の取っ手のようなものがついています。コード長は 1.5 メートルで、太さはめちゃくちゃ太く、お世辞にも取り回しがしやすいとは言えません。この取っ手部分は六角レンチで取り外すことが可能なので、邪魔な場合は引っこ抜いちゃいましょう。材質は結構しっかりしている感じで、いい意味でも悪い意味でもずっしりしています。こういった中華製品は見た目全く同じでも意外とクオリティが変わってたりするので、外れを引くと大変なことになります。今回購入したものは結構しっかりしている部類だと感じました。それでは実際に点灯していきます。スイッチオン。結構明るいですね。画面がちらついてて申し訳ありません。光量はこんな感じで調整可能で、確かに結構下がりますね。マックスまで行くとだいぶ明るいです。25W 出てるかはわかりませんが、出力はこれくらいでもいいんじゃないでしょうか。ちなみに色調はこんな感じで変更可能です。正直変えられるからなんだってくらいの変更幅しかなく、アクアリウムの照明で使うなら白一択です。そしてじんわり色が変わったりパターンで変わったりするパリピモードはこんな感じです。相変わらずの無駄機能。それでは実際に使っていくんですが、こんな感じで水上栽培ファームに取り付けました。取っ手部分を折り曲げて天井に結束バンドで吊るすという至極単純な方法で取り付けてます。こんな感じで運用していますが結構明るいです。これは確か 40% くらいの出力ですが、ブセなどの陰性水草ならこれくらいで十分です。ただ見てもらったらわかる通り若干色が違うんですよね。これはもう完全に個体差だと思うんですが、4個中1個だけ白色にしているのに若干赤みがかった色になっています。この RGB 投光器は無段階で色調変更をすることができないため、白がこの色だと変更することは不可能です。正直並べなければわからない感じで、使用するのにそこまで支障はないんですが、やはり品質は中華クオリティのようです。そして個人的に一番ネックだと思っているのが発熱です。これめちゃくちゃ熱持ちます。ガチで熱くて、現在お見せしている取り付け方だと、天井の上に置いている水草ポットの中が高温多湿になってしまいます。そのせいでライトの直上に置いていたブセが何個か溶けました。これは高出力ライトの宿命というか、25W の出力半分以下でこれなら 60W とか 100W はどうなるんだよと恐ろしささえ感じます。吊るしたりするのであれば問題ないんでしょうけど、物と隣接させておくのは絶対しない方がいいです。というわけで、直上のポットが高温多湿になるという問題が出てきたので対策を打っていきます。それがこちら、スマホ冷却扇風機です。こちらはキャンドゥに売っているスマホの背面に取り付けて冷却するファンです。これを背面に取り付けることで冷やす算段ですね。取り付け方は簡単で、まず邪魔な取っ手部分を六角レンチで外し、
ライトの放熱部である背面にこのスマホ冷却ファンを取り付けるだけです。しかし背面はこのようになぜか縦線が入っているため吸盤で取り付けることができません。なのでここに関しては結束バンドで固定することにしました。まあ仮に平面だったとしてもこの冷却ファンのキスゴムはクソすぎて取り付けられないと思いますが、そして冷却ファンを取り付けたことによってファンもタイマー管理しないといけなくなったため、こちらの商品も購入しました。AC 電源9個プラス USB ポートが4個ある電源タップです。これさえあれば電源が必要な機材が増えても対応できますし、USB ポートに冷却ファンを差し込めばライトと連動してタイマー管理ができます。ちなみにこの電源タップ自体をスマートプラグに挿して使ってます。設置場所は水上栽培ファームの側面にしました。だいぶ作業しづらいんですが、このように先に結束バンドを通しておいて、その間に電源タップをくぐらせることで取り付けることができます。設置場所は隣の水槽よりも高い場所にあるので、万が一地震が起きた際も漏電の心配はありません。というわけで完成した水上栽培ファームの設備がこちら。このように配線も目立たないように工夫しています。どうしても電源タップ周りはごちゃつきますが、結構スマートになったのではないでしょうか。先ほどと同じように天井に RGB 投光器を設置していますが、その間に冷却ファンが挟まっているので、直上が極端に熱くなることはありません。幸いなことにメタルラックなので、吸気側が窒息していないのがいい点。ただ、スマホの冷却ファンだと力不足なようで、どうしても冷やしきれません。ここに関してはさらなる改善が必要そうですね。というわけで、初めて中華製の RGB 投光器を購入したんですが、コスパはめっちゃいいですね。この水上栽培には、今までアクロのトライアングルグローを使っていたんですが、出力を抑えることで電気代も節約できますし、何より投光器を使い始めて半年ぐらい経ちましたが、問題なく水草も育っています。逆にブセは若干葉焼けしている部分もあったので、現在は最低出力の 25% で運用しています。水上と水中の違いはあると思いますが、水槽内の環境さえ整っていれば十分な効果を発揮してくれると思います。また RGB ライト特有の色を鮮やかに見せる感じはちゃんと出ており、鑑賞性も高いです。見た目は若干難ありですが、性能に対するコスパはいいですね。ただ、先ほどもお話ししたように、個体差で色が違ったり、発熱がすごかったりと問題点もあるので、そこら辺を考慮して購入するのがいいと思います。投光器はこのメイキー以外にも売られているので、間違えないように注意してください。見た目同じでも材質やスペックは全然違う可能性もあります。個人的にはアクアリウムのライトで使う分には高出力の投光器は必要ないと思うので 40W くらいがちょうどいいのではないでしょうか。どのみち90センチ水槽以上になると長斜面的に照らしきれず2灯使いで合計 80W くらいになるでしょうし、総評としては光量だけ見たら優秀でコスパはいいという印象でした。概要欄に商品リンクを貼っておきますので気になった方はぜひ見てみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。